船坂の村を歩く日本海に浮かぶ萩諸島を歩いています。今回は漁業でも農業でも繁栄し、平地から斜面上にかけて立派な家々が密集する萩大島の集落を巡ります。おはようございます。日本海の萩諸島を歩いておりますけれども、今日はその3回目、萩大島に来ています。あいにくの雨です。でね、今こちらに見えている集落、斜面上の集落は地毛という地区です。これからこの地区を歩いていきまして、でもう一個ね、集落があるんですね。おちょこになっちゃった。赤穂瀬という集落、こちらにありますね。そこにフェリーが止まってますけどね、そのフェリーの向こう側、その赤穂瀬という集落を歩いてきます。ね、風が強いんでね、ちょくちょく傘がね、映像に入りますけれども、お許しください。この萩大島ですけれども、萩諸島の中ではね、一番大きな島です。人口が一番多い。というのもですね、漁業が非常に盛んで、山口県の中でも有数の漁獲高を誇る、そういう漁村です。で、これだけね、船がいっぱい止まってるっていうのはそれを物語っておりますが、集落はこの港の両側、地毛と赤穂瀬という2つの集落があります。ここは地毛の割と平場に作られた集落。地毛っていうのが平場のところから斜面に駆け上がっているんですけれども、結構平場にね、集落が広がってまして、大きな家がね、見られます。これはお店ですね。左側の家なんかも立派ですよね。ね、向こうを見ると斜面の上に集落が駆け上がっているのが見えると思います。こっちから行こうかな。この家も出し下駄作りですよ。格式を表していますね。一番海岸に近いところを歩いてます。はいはい。で、ここにね、蔵がね、トン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 4つ並んでいます。わあ、すごいな、この家も。こちら母屋で、でっかい庭があって、蔵が並んでいます。そして、右側の家も蔵が2つ並んでいる。こちらの家も立派だろうな、ほら。門がこれだもんね。わあ、すごいな、これ。ほら。うさぎさんがいるよ。やっぱり海岸線に近いところに大きな家が多いっすね。萩諸島の他の2つの島、相島と菱島。2つともね、どっちかというと農業の島なんですが、この島も
でも農業は盛んなんですけど、漁業も盛んです。っていうか、漁業が盛んです。立派でしょう。ね。そんでね、ここに、議石の門があって、ほら、下見たばり。これ、洋館ですよ。どの家も、門と塀がちゃんと作られてましてね、屋敷構えがしっかりしてます。だけど、後ろを見ると、集落が駆け上がっていると。ここから丘の上に登っていきます。ちゃんとこう石畳が敷き詰められていて、周りに側溝があって、その先にしっかりと井戸が構えられております。そんでね、この道路記念碑のところにですね、面白い街並みがあります。まず、このうち、石積みの木段。これ多分 RC 像かな。そのところに、こんなアーチの穴が開いていて、何を収めてたんでしょうね、これね。前なんかここにバイクかなんか止まってたような気がするな。そして、こちらの家です。これがね、ちょっと面白い衣装が見られますよ。窓の上の欄間。アーチになってたり、ひし形になってたり。そして2階の開口部の奥に手すりがありますね、木の。怪しいですね。ちょっと怪しいです。こちら1階の玄関。どうですかね。ここに、なんだこれ。観音様。これ登っていく道だね。なんかここにあるぞ。お、なんだこれ。こんなのあったっけ。この家面白いぞ。こんななってんだ、これ。で、もう一回この家からね、西の方に戻ります。ちょっとこの家の裏側見よっか。このね、これそっか。先ほどの階段を登って入る家だな。洋館。この家もそうなんだよな。怪しいんだよな。窓の上の欄間。普通ね、こういう衣装があると、とある街をね、イメージしてしまいますけどもね。確証がないのではっきり言いませんけれども、そうではないかなと、私の、ホームページの方のですね、データベースでは書いちゃっております。はい。そっか、これ行くとお寺だ。お寺ですね。そしてお寺の下に墓地が広がっていると。はい、階段のところに戻りました。それではこの階段を登っていきましょう。面白いね。
美しいですね、この階段の線形。雨降ってるからね、滑らないようにしないといけません。お、よいしょ。隣には神社の参道があります。こっから眺めいいですよ。赤瓦多いけど黒瓦も同じぐらいかな。黒のが多いかもしれない。あそこに下見板張りの洋館が一つありますね。結構あるね、洋館ね。落ちたら大変ですね、これね。そっかそっか。うん。滑りそう。そっか、ここに縦道があるんだ。これね、この縦道降りていくと、階段で登っていくと玄関になった家のとこでいいんじゃないかな。うん。ね。なんでこの家のとこ来たと。ね。よし、もう一回登ろう。ここだったらバイクでも上がれるね。はいはい。ずっとずっと続いてます。あ、そこはあれだ。もうすぐここはね、手動線の縦道ですよ、これ。手動線の縦道。ね。これです。こう来て、こっからドーンと上まで登っていくと。で、郵便局がありますからね。本当だ、乗って書いてあるわ。これね、石が崩れた時に、自分のところの、石垣が崩れたってことがわかるようにですね、屋号ののが書かれてるそうです。こちらの上の家の方の屋号だそうですよ。上の方しか書いてねえな。上の方が崩れるからだな。立消防団の大島分団機構。その前にあるって言ってた水神です。明治23年、旧暦の12月。また港まで降りてきました。黄色いガードレール。ね。山口県といえば黄色いガードレールです。有名です。最近ね、白くなってきましたけどね。ここにはお店が結構並んでいて、こちら側にも、ふるさとっていうのは、何でしょう。飲み屋さんかな。わかりませんけれども、ここから、手動線の縦道が伸びております。印象的なのはこの床屋さん。洋風、北に板張り。おしゃれに1階にはガラスブロック。おしゃれですね。いいですね。印象的ですよね、この建物ね。つまめ、左右対称。ね、これずっと登ってきませんよ、今日は。今日はですね、横道。それをジグザグに登っていきます。今度は、ね、手動線の縦道の右側、東側の集落です。もう右行ったり左行ったりしますからね。そうしないとね、登ったり降りたり繰り返さなきゃいけないもんですから。
い、そして登ってきます。縦道に変わりました。雨がすごい。コーナー一斉清掃。みんなで一緒に一斉清掃。5月12日日曜日。車両の駐車、長時間駐車、苦情がまた増加してますので。何火って書いてある。火。あ、ここに消火栓があるんだ。どうしようかな。こっち行くか、一回。でした。ちょっと登っちゃおうか。この道いいんですよ。続いてますね、これ。これ行ったことないな、行ってみよう。宅地の跡かな。滑りそう。ずーっと続いてますね。畑かな、ここから先は。ね。それでは、この主軸の縦道を一旦ね、降ります。消防倉庫のとこまで降りますね。ゆるーくカーブしてていいですよね、シークエンスがね。滑りました。笑い事ではありません。頭でも打ったら大変なことになりますからね。グレーチングの上歩かないようにしないと。さっきね、西側の街を歩いて、郵便局のところで、この主軸に出ましたんで、ここからもう一度西側の集落に入ってきます。郵便局のところに出る道の一段上。変わったものが出てきましたよ。議席ですね。戸袋。装飾がついております。頭上注意ってのはどういうことじゃ。これが落ちてくるのかな。郵便局のところから2本上の横道。ね。縦道が繋がってないと、一本一本主導線に戻ってから行かなきゃならない。ここもうねってますね。このうねりがいいんだよね。おう。登ってんな。だけど、この先は工作地。もうちょっと行ける。畑がある。
そうだよね。もうこれ工作地だね。戻る。この萩大島なんですけれども、他のね、萩諸島の島と共通して落人伝説があります。壇ノ浦の戦いで敗れた平家の落人7人がこの島に流れ着いて、ここに住み着いた。そこからこの島の集落ができたと言われています。ですのでね、この島の方々の姓は7つの姓が大半を占めているらしいですよ。練り塀のような塀がありますね。中は廃屋。いいですね。この白壁と土壁の感じもいいですね。その先は個人宅だ。開校100周年。萩市立大島小学校。校庭だけで校舎がないぞ。この建物が萩市立大島小学校。中学校でもあるんだね。小中学校。こっちは中学校の体育館。七名図が陳築堂。7名の平家の落人が大島に住み着いて、その子孫たちの努力によって大島の礎が築かれたとされる。ここは昔から陳築堂と呼ばれ、1442年に神仏混合の正福寺っていうのがあったと言われる。お寺があったんですね、ここにね。大島の7名の氏というのは、豊田、貞光、池部、国光、長岡、東野、吉光、義満かなの7章。現在でも多いそうですよ。なんかちょっと八幡村みたいな感じだね、これ。七名図か。1、2、3、4、5、6。もっとあるじゃないか。地毛集落の一番上まで来ました。さらにここから登っていってですね、丘陵地のお盆の上にある工作地の方に行ってみたいと思います。ここで参道がね、ありますけれども、大島神社です。すごいね。なんだこの建物は。舞台じゃん。なんと、舞台でした。こっち観客席。舞台。立派な桁が渡ってます。八幡宮。大島八幡宮だ。さっき島唯一のレストランであるね、さつき庵。ここにね、行ったんですけどね、まだ営業してなかったんですよ。で、待合所で聞いたら、あちこち電話してくれましてね、11時半から営業しますということでした。船がここで11時半に着きましたのでね、で降りたお客さんたちが利用されるということで、11時半に店を開けるのでしょう。のれん出てますね。やってる。さつき庵、お好み焼き。もう一つの集落、赤穂瀬地区です。船がたくさん止まってますね。こちらの集落は平場があんまりないんですよね。すぐに斜面に駆け上がっています。さつき庵という食堂でかなり喋り込んでしまいましてね、ビール飲んじゃったりなんかして、時間を食ってしまいました。
さて、それではですね、赤穂瀬の集落を歩いていきます。このね、遺跡の装飾も、全然こんなだったかな。よいしょよいしょ。猿の門番だって。これか。本当だ。猿だ。ね、さっき違う、これね、この門のね、両側の装飾は、先ほど地毛の集落で見たね、門と同じですよ。ただ真ん中にいるのは、こっちは猿、あっちは何だったっけな。今日はね、雨が降ってても結構明るいですよね。あ、いいな。ああ、綺麗だね、これ。うわあ、そっかそっか、ここか。洋館。ここにね、下見板張りの洋館があるんです。下見板張りじゃないぞ、これ。下見板張りだ。これね。おお、前方に高い石垣が出てきました。このようにですね、高い石垣というのがある場合には、この上の屋敷地が広いと、大きいということです。すごいね、これ。ここ登っていけるのかな。登っていくか。よいしょ。あ、そっかそっか。お、すげえ。こうなってんだ。この家だね。っていうか、斜面が急なんだね、ここは。特に。特に急ですね。続いてる続いてる。ああ、まで行ってんだ。電車がいっぱい置いてあるということは、ここから登っていけるってことですね。いい感じだね、これ。ツツジが咲いてます。おお、続いてんぜ、これ。すごい。いやいや、ここまでだ。おっと、横道。ああ、すごい。この辺りはひな壇状に作られてますが、港が一望です。ああ、いいね。雨降ってなきゃな。おお、立派な家。やっぱりこの辺に立派な家が多いのかな。そういう意味では地毛と同じような作りですね。うわ、すげえ。ちょっと待って。
この階段行かざるを得ねえだろうな、俺。最後の試練ですな、俺。どこまで行ってんだよ。ということで、滑りますんで降りましょう。お、水田だ。水田です。おお。こんなところに水田がある。萩大島いかがだったでしょうか。萩諸島3つの島渡りましたけれどもね、それぞれ特徴があっていいですね。全国的に見てもやっぱり離島の集落としてはトップクラス、今10本の中に入るんじゃないかなと思います。はい、それでは次回またどこかの村坂の村でお会いしましょう。さようなら。Searching for a harbor or a quiet strand. You could be the anchor that keeps my feet on the ground. Oh, and I would be the rock that keeps you from drowning. I'm your sail when the wind is blowing. I'm your oar if you need to row. I'm your raft when the river's flowing. I'll follow you wherever you may go. Been breaking through the waves under stormy skies. Been racing with the tides and the hurricane's eye. Been sailing through the light of the northern star. Cause I knew that it would lead me to right where you are. I'm your sail when the wind is blowing. I'm your oar if you need to row. I'm your raft when the river's flowing. I'll follow you wherever you may go. I'm your sail when the wind is blowing. I'm your oar if you need to row. I'm your raft when the river's flowing. I'll follow you wherever you may go. I'll follow you wherever you may go. Two ships passing in the night on the stormy sea.